こんにちは、アンナスです。今日は無印良品のプルオーバーワンピースっていうのを買ってみました。なんかこれはワンピースなんですけど、同じ生地で、結構いろいろあって、シャツみたいなのもあったし、スカートだけもあったし、でワンピースもあって、でなんか袖の長さがいろいろ変化するんですけど、今日はとりあえずこれを買ってみました。意外とワンピースは初めてなので、下があるかないかだけなんですけど、それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこのワンピースに刺繍していこうと思います。今日もスマプリですね。で、図案なんですけど、最初にこのアンナスのプチ刺繍っていう本のこの夏だし補線って読むのかなこれをここにワンポイントでやったら可愛いんじゃないかなと思ったんですけど、なんていうかポロシャツみたいな感じでとかね、ツバメとかも可愛いなと思ったんですが、それはもう皆さん思いつくと思うので、今日のも皆さん思いつくと思うんですけど、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室のこのページをやろうと思います。オールドローズのブラウスです。で、もう今日はここから直接、スマプリで写していきます。図案が後ろにあるので、これで写していきます。これスマプリですね。A4 サイズが2枚入っているっていう状況なんですけど、ちょっと私はもうだいぶ使っているので、A4 サイズの新しいのはあるんですけど、ちょっと使いかけの方を先に消化していこうかなと思います。これでも使えそうですね。で、ペンは、ステッドラーのピグメントライナーの 0.05 が使いやすいんで、これで描いていきます。水性ペンだったら何でもいいっていうことなので、水性ペンで大丈夫なんですけど、なんかね、表面が描きにくいので、デコボコしてるんで、この先がフェルトになってるのがとても描きやすかったです。で、図案はちょっと外側1センチぐらい残して写してください。で、本みたいにお花を1、2、3、4つ貼っていくので、とりあえず単品で4つ書いといてください。そして、こう書けましたね。これ4つ作ってここに貼っていくので、あと3つ書いていきます。はい、では、こういう感じで貼っていこうと思います。同じものがこれ4つあるんですね。で、この服も真ん中にボタンがあるんですけど、今日私が刺繍しようとしているものも真ん中にボタンがあるんで、それを分けて左右に2つ貼っていきます。そしてスマプリの使い方ですけど、全部めくっちゃいけないんです。これちょっとだけ今剥がしてるんですね。で、ちょっとここがシワになって、こういう感じかな。なんか1個で良さそうな感じ。2つでいけそうですね。端っこだけちょっと貼ります。そして裏の紙っていうの、このビニールのこれをそーっと剥がします。こうすると綺麗に貼れるので、これ全部ねベラッとめくるとちょっと大変です。ぐちゃぐちゃになりやすい。あと今みたいにちょっと夏とかあったかいと溶けやすいので余計にぐちゃぐちゃになりやすいですね。なんかこれ刺繍するときにちょっと針とかがベタベタするかもしれない。こんな感じです。こうするとここがちょうど切り返しなんですけど、上から刺繍する
2つ貼ったら変ですもんね。何も考えてなかった。まあでもこのままいきましょうか。ちょっと上かぶっちゃうんですけど、またいつものようにチェーンステッチでやるからいけるかなと思います。じゃあこれで貼っていきます。はい、それでは何色にするかちょっと悩んだんですけど、多分もう好みの問題だと思うんですよね。真っ白、ブランが真っ白で、3865がちょっとクリーム色、なんだろう、オフホワイトっていうんですかね。そういう感じの色です。で、3866っていうのがちょっとベージュっぽい感じ。なので、なんかもう夏らしくパキッとさせたい方はブラン。で、ちょっと優しい感じにするんだったら3866。まあこれかなと思ったんですけど、ちょっとベージュっぽいのも可愛いのかなって思ったりしてすごい悩んでるんですが。まあでもこれ絶対ノースリーブだからなんかカーディガンとか合わせるので、まあそれを考えると、この3865にしておいた方がいろいろ合わせやすいのかなと思いました。なので皆さんもそういうので考えるといいと思います。じゃあ3865で刺繍していきます。はい、では刺繍をしていきます。ここボタンを外して、で、今刺繍したいところ、お花のところをまず埋めていこうと思うんで、ここをど真ん中にセットします。で、しっかり枠を閉めて、で、私は本の中ではアウトラインステッチのなんか何本取りかでやってたと思うんですけど、今日はチェーンステッチでこのお花をちょっと塗りつぶそうと思います。なので、またいつものように。これ、使い方、作り方は動画過去にやっているんで、それを見てください。8メートル入ってるやつを65センチにカットして三つ編みにしています。で、ここから3本取ります。3本取りです。1本ずつ抜かないともつれます。ぐちゃぐちゃになるんで。で、3本一緒に針に通していきます。で、もう玉留めでいいです。玉留めで始めて、で、チェーンステッチの刺し方ですね。ちょっと図案が画面上ではあんまり映ってないかもしれないんですけど、まあ、どこからでもいいです。もう丸いものなんで、とりあえず線の上から針を出します。で、糸を左手で押さえておいて、左利きの方は反転して考えてください。右で押さえて、で、同じ穴に針を刺して、2ミリぐらい頭をちょこっと出します。で、糸をかけて上に引っ張る。で、もうしっかり引っ張って、チェーンステッチなんで必ず丸く穴っていうんですかね、布がちょっと見えるんですけど、まあそれはしょうがないとしても、割とこうギュッと引っ張ってもらって、もう穴をできるだけ小さくして、で続きやります。続きをやるときは、さっき作った輪の中に針を刺して、でさっきのサイズ頭を出して糸をかけて上に引っ張る。これ下に引っ張ると輪がなくなるんで、上に引っ張ってください。でこれを繰り返していきます。でこうやって左手で押さえてこう輪を作っておけば、もう針を抜くだけでチェーンステッチができるんですね。なのでこれでどんどんサクサクと進んでいくといい感じです。でこれでまず線の上を一周刺していきます。はい、一周できました。であと一粒っていうところで、やり方があります。ナチュラルに丸く見せる方法
一番最初に作った丸をチェーンステッチを布も糸も触らないで糸のこの隙間に通します。そして引っ張って一番最後に作った輪の中に針を刺すと、これでもうどこからスタートしたかわかんない感じになります。ということで今度は2列目、3列目、4列目ってずっと1周目、2周目ってやっていきます。で、真ん中に丸い芯、お花の芯があるんですけど、そこは開けておくので、ここがうまく開くように調整してください。なので、そうですね。糸を割らせるときここで説明します。糸は、チェーンステッチ全部終わりました。次の糸出そうってなった時に、輪の外に針を刺すと、これで止まってるので、これで止められます。で、続きをやるときは、また輪の中から針を出せば、続きができます。なので、新しい糸を用意したら玉留めして、また輪の中にから針を出して、で、こんな感じで続きをやっていきます。で、ちょっと今説明なので、ちょっとストップして、ここの真ん中の丸ですね。真ん中の丸は先に作っておきましょう。なので、1周目終わったら、ちょっと先にこの真ん中の丸もぐるーっとチェーンステッチで1周作っておきます。そしたら中埋めやすいんで、それで2周目、3周目。これ終わった後、ここに今やりかけの2粒があるんですけど、これ続きをやって、2周目、3周目、4周目、多分5周目ぐらいいったらこの辺が余ってくるんで、そしたら行ったり来たりしながら、とにかくチェーンステッチで全部埋めていきます。じゃあまずは真ん中の丸いところを先に埋めて、もうこれ以上行っちゃいけませんよっていう感じでせき止めておきます。はい、こんな感じで、ここの茎も3本取りのチェーンステッチで、葉っぱもぐるぐる2周とか3周とかしながら埋めていきました。もう今日は全部チェーンステッチなので、もうこれの繰り返しで他のところも同じように刺していきます。じゃあ次こっちにしようかな。では全部刺繍できたので、ちょっとどんな感じか見てみます。結構いい感じになりましたね。なんかレースみたいな、レースをここにちょっと貼ったような感じになりましたね。白でやってるんで。で、ここのこのスマプリはシールは溶かしてください。お水で溶かすんですけど、私はなんかお水で溶かす前に一旦このもう針でプスプス刺してるのでミシン目のようになっているから、ここをもうちぎってます。ちぎるの嫌な方はもう普通にシンプルに溶かしてもらえばいいと思います。なんかお水で溶けるので、お水にしばらくつけておけば溶けます。だけども私は一旦洗濯機で回してます。ネットに入れて洗濯機で回して、そしたらもうそれで綺麗に取れてるんで、なのでそんな感じで溶かしてください。この白でやるとなんか白いレースのニットのカーディガンとかでも合うし、この前やったノースリーブのユニクロのありましたよね、ブラウス。あれと一緒に羽織ってた青いカーディガン。あれをなんか羽織ろうかなって思ってたんですけど、結構白いカーディガンを用意しても可愛いかもしれないですね。なんかコーディネートの幅が広がりそうなんで、あんまりここに色をごちゃごちゃ入れない方がいいんじゃないかなって思いました。ぜひ皆さんも真似してやってみてください。以上です。
いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あとは、私は、ここで教室をやったりとか、ここのお店の、今2階なんですけど、1階にお店があって、ここは教室をやっていたりとか、あと、毎月の刺繍っていうファンボックスっていうサイトの中で、会員制サイトをやっています。月600円で、新しい図案が毎月1個出てくる。で、過去のは全部ダウンロードできる。で、あと限定ライブとか抽選会、私の作品を抽選でプレゼントするイベントなどいろいろやっているので、もしよかったら遊びに来てください。あとネットショップもあるんで、お買い物お店でできない方はネットショップもどうぞ。それではまた来週、さようなら。